はいどうも皆さんご視聴ありがとうございます。久保の坂田です。よろしくお願いします。いや、登録者も550人超えました。今日。はい。多分これが公開される頃には600人ぐらいに行ってるんじゃないかなっていうところでね、本当にね、皆さんのいつものね、その応援っていうとかね、協力みたいなところにね、感謝しつつ活動させてもらってます。はい。でですね、本日やっていくのはですね、靴学になるんですけれども、ドクターマーチン編。ドクターマーチンってなぜドクターマーチンなのかっていうところなんですけど、靴学にやるほどなんていうんですか、そんな本格的なブランドなのとか、あとはそんななんかポップなというかさ、キャッチーなブランドでいい靴なのみたいに言う人いるかもしれないなと思って、あえて靴学のね最後の方っていうかね、こうなんていうの、最初にあまり取り上げなかったブランドになるんですけど、ドクターマーチンってそもそもどこの靴のことか分かります？どの国の靴か分かりますっていう話なんですよね。一応ファクトリーショップみたいな、ファクトリーショップはないんだけど、ファクトリーはね、ノーザンプトンにあってね、靴の聖地なんですよ。そうなんですよ。紳士靴ではないから、ちょっとこう違うように見られてるかもしれないけれども、イギリスを代表するブランドなんですよね。で、ドクターマーチンってこう、なんて言うんだろうな、なんか製法とかそういう職人っぽいところがすごいっていうイメージってあんまないと思うんですけど、今回でね多分ガラッと変わるんでね、ぜひ最後までご覧ください。はい、物語のスタートはですね1945年になるんですけれども、もうだいぶ前ですよね。80年ぐらい前のストーリーになるんですけれども、ドイツのドイツなんですよ一番最初はね、さっきノーザンプトンって言ったけど実は一番最初ドイツで、ドイツの軍のお医者さん、軍医ですねをやってたマルテンスさんがですね、後の創業者なんですけど、スキーでね、こう足を怪我しちゃうんだって。痛ーってなってて、でも仕事とかもあるからさ、普通に歩かなきゃいけないってこう行くわけじゃん。なんだけど、怪我してる足には、それまでの靴っていうのは結構こう、硬いものが多かったから、痛すぎたんだって。で、いい靴作るか。よし、作ろうみたいな感じになるのよ。マルテンさんが怪我して、この靴だと痛いから柔らかい靴作ろうって言って、クッション性が優れた靴を開発するんですよ。その、ソールがね、クッション性がすごい強いんだけど、エアクッションソールっていう名前なんですけど、それを作るとき、もちろんいろいろさ、こう開発するためにはさ、プロトタイプがあったりだとかさ、それを作るための材料とか必要になるわけじゃないですか。で、この時、もう、第二次世界大戦で世界が大変なことになってるわけなんですよ。で、第二次世界大戦終戦しましたぐらいで、その辺に落ちてる端材とか、もうなんか大変なことになってるからね、街中が。それをなんかちょっとくすねて、それでどうにかソールを作るっていうね、もうなんかよくわかんないですけど、そんな簡単にソールって開発できちゃうんだと思うんですけどね、それをやり遂げるわけなんですよ。で、マルテンスさんはなんでできたかっていうと、靴をね、修理する仕事にもついてたことがあって、修理だから、靴のこう構造みたいなのは結構分かってたんですよね。で、さらに大学時代の友達でフンクさんっていう方がいるんだけども、その人は機械にすごい特化したエンジニアだよね。今はさ、エンジニアって言うとシステムエンジニアのこと言うけどさ、当時のエンジニアっていうのはさ、機械を本当に組み立てられるような人のことをエンジニアって言うんですよね。で、そのフンクさんはですね、エンジニアだったわけですよ。で、その二人がなんかちょっとやってみっかっつってできたのがそのクッションソールなわけです。で、それがですね、ドクターマーチンのすごくこう誕生にね、関わってくるエピソードになるんですよ。で、当時はもう本当にミリタリーブーツしか、その、労働階級って言われるような方々は履くものがなかったんですよね。もちろんスニーカーなんてなかったし、もう戦争でさ、いっぱいさ、軍用のものをいっぱい作ってたから、もうそれが結局さ、戦争終わってさ、それが世に流れていくわけじゃん。ミリタリーブーツっていうのがね。で、それしかもう履くのがないと。もうこの世界にはもうこれしか履くのがないっていう中で、でも、それだと足痛いよねって言って、足怪我してる時は痛いよねって言って、エアクッションソール搭載のブーツを売り始めたのが、一番最初の商品になるんですね。でも中流階級というかさ、労働者階級、ブルーカラーとかホワイトカラーとか言うけども、当時はやっぱブルーカラーだよね。ブルーカラーの人たちにすごいバカ受けして、で、さらにそこからちょっと広がって、主婦の方々とかも履くようになったんだよね。で、そこがもうドクターマーチンも最初の業績のこう、うなぎ登りの最初のバズった感じだよね。当時バズなんて言葉ないかもしれないけど、そのバズった感じだよね。
で、1959年にはもう、いや、これ、ちょっと国内、ドイツだけだと難しいよねってことで、しかもさ、第二次世界大戦のドイツってさ、もう大変なことになってるの誰でも知ってるじゃん。だからとりあえずドイツじゃなくて、違うとこ攻めようって二人がね、創始者、フンクさんとマルテンスさんがね、ちなみにマルテンスさんっていうのは、英語読みすると、マーチンになるらしいです。なので、ドクター・マーチンだそうです。はい。マルテンスっていうのは、そのドイツ語読みらしいですね。はい。で、まあ、フンクさんとマルテンスさんが、海外攻めようっていうことになる。で、もう、その頃、もうドイツ国内で結構もう売り上げ上げてるんで、英国のですね、靴雑誌に一気に広告出します。ドクター・マーチンがね。したら、イギリスの家族経営で、なんかこう、靴工場を営んでる資産家に、目つけられて、これ面白いなーって言って手を組むんですよ。で、タッグになって、イギリスで、こう、市場を開拓していくことがスタートするんです。で、まあもちろんイギリス、それからまあイギリスをこう拠点にねしてやっていくんですけれども、第二次世界大戦終わりかけって皆さんどういうイメージありますかね、イギリスで。まあ、なんて言うんだろうな、パンクロックとかモッツとか、まあそういったところがね、生まれた、時代になるんですけれども、もう若者が、もうとにかくブーツを履く時代なんですよ。で、モヒカンとかさ、ピンクのモヒカンとかしてたりとかさ、あとはバンドですよね。ザ・フーとかさ、セックスピストルズとかさ、そういった、なんていうんだろうな、こう過激な音楽みたいなのがすごく流行っていて、ファッションで自分をこう、アピールしていくというか表現していくっていうアイデンティティをその表していく表面にっていうのがその辺からねちょっとずつこう流行り始めてた頃で、そこにドクター・マーチンはすごくちょうど良かったんですよね、そういった階級の方々に。でその人たちって結構労働者階級でお金を貯めて服を買うっていう文化が結構もうなんていう、今では当たり前だけど当時全然そんなことなかったんだよ。当時はもう服とかも全然誰もこだわってなかった時代なのに、そういったのが流行り始めて、そこに選ばれたのがドクター・マーチンで売り上げをどんどん上げていくことになるんですよ。で、そのモッツとか、まあ、パンクとか、そういうのを好きな、まあ、若者世代に、まあ、もちろん絶大な人気のあるのはバンドなんですよ、当時。で、イギリスってさ、まあ、ビートルズもいますけれども、有名なバンドっていうのはやっぱ多いですよね。オアシスとかね。うん。で、まあ、その頃で有名だったのがザ・フーっていう人だよね。で、ザ・フーの、その、まあ、メンバーがですね、ドクター・マーチンを履いてて、で、すごいね、かっこいいね、写真が撮られて、それがなんか雑誌かなんかに載ってね、これ何のブランドだ何のブランドだって言って、もうドクター・マーチンだってなって、もうドクター・マーチンめちゃめちゃ売れるんですけど、これ、革ブランド、革靴ブランドの中で音楽に採用されたり、バンドに採用されてめちゃめちゃ売れましたよねっていうのがすごく珍しいんですよ。まあ、レッドウィングとかドクター・マーチンとかその辺は確かにちょっとそっちに近いのかもしれないんですけど、映画とかね、オールデンとかだったり映画とかだったり、映画とかに採用されて人気が出るっていうのはあるんだけれども、音楽のそのステージ上履いてたものを真似したいみたいなのって結構珍しくて、まあ、ドクター・マーチンはそういう珍しい売れ方をしていくんですよね。で、ドクター・マーチンを語る上で絶対に語らなきゃいけないのがやっぱり音楽になってくるんです。まあ次第にね、ドクター・マーチンはそういう若者のなんていうんだろう、パワーのなんか象徴みたいな、まあそういった立ち位置になってきたんですけれども、もうなんか急になんですけど、その議員さんで、ある議員さんがすごい公の記者会見とかの場で、これ息子にね教えてもらったんだけどね、履いたらすごく履き心地が良くてね、これ履いてきたんだよ今日みたいな話をしだして、それがドクター・マーチンだったの。で、そっから急に労働階級とか若者って言われるような、まあ、そこまでなんて言うんだろうな、社会の中心にいない、まあ、中心にいないって言ったらちょっと違うのか、なんて言うんだろうな、リッチ層じゃないよね。リッチ層じゃないところに市場を持ってたドクター・マーチンが急に議員さんとかが履くことによってリッチ層にも急速に拡大するんです。議員さんはトニー・ベンって言うんだけども、そのトニー・ベンはなぜドクター・マーチンを履いたかっていうのは、そのもう象徴なわけよ、ドクター・マーチンっていうのは若者たちの。それを議員さんが履くことによって、その労働階級、若者たちと一緒に世の中を良くしていくんだっていう政治的なアピールにもなるっていうね。もうなんか、すごいのに使われてるよね。音楽で急にドーンって売れてさ、そっから政治的なアピールするアイテムにもなっていってるっていうのは、もうすごくこう世の中が注目していたし、象徴だったってことがわかりますよね。でもやっぱりね、もうどんなブランドでも一度はやっぱ陥るのが経営不振。売り上げがね、うまく立たないと、業績が不振だと
いうところなんですよ。ドクター・マーチンもですね、まあもう例に倣ってですね、まあ2000年前後にですね、売り上げがガクーンと落ちることになるんですね。で、その頃ね、海外戦略ももちろんもう進んでいて、アメリカにもうあったんですよね。なんていう、市場を持ってた。で、その市場を持ってたんですけど、売り上げが全然なくて、アメリカの法人このままじゃ畳まないといけないですよってとこまで下がってたんだよね。だからもう、この間、フォーエバー21さ、日本法人に撤退したけれども、それみたいな感じで、やばいぞと。もうこれなくすしかないんじゃないかってなってた。だけど、2003年に、まあその頃まだ中国とかタイはですね、発展途上も発展途上、全然人件費が上がってない時だったんで、そっちに、ちょっと制作拠点移そうっていう、まあ苦渋の決断をするわけなんですよ。で、ドクターマッチはもうこれやってなかったら潰れてたって言われてるんだよね。だからまあそれはまあ英断だったと僕は思いますね。そして、まあ、工場で働いていた1000人以上の職人が職を失うことになるというね、これはなかなか靴業界の大事件ですよね。で、そこからですね、ドクターマーチンは売り方をちょっと変えてきます。まあ、ジミーチューだったり、有名でまだまだ市場をいっぱい持っているブランドにコラボを依頼して、コラボしていくっていう売り方になるんだよね。合わせ売り、叩き売りみたいな。そういう売り方になって、ドクターマーチンってなんか最近、こう、そういうなんていうの、新しい売り方をしてるよね、おしゃれだよね、みたいな価値観を植え付けていくんですよね。で、そこから、また、英国靴で作ろう、英国で作ろうって言って、ヴィンテージのコレクションをまた発表するんだよね。昔からあったやつを復活させんの。で、もう名誉挽回、汚名返上で、ドーンとまた急に上がっていくわけなんですよ。で、やっぱりね、ドクター・マーチンとはいえね、いい靴なんですよ。やっぱりいい靴なのに、とはいえ、やっぱり経営が不振になることもね、しょうがなくあるんですよね。やっぱそれは世界情勢の悪化であったりだとかね。なんだけども、やっぱりいいものをって最後にはね、いいものをって言ってるブランドは生き残ってますよね。でね、これ2007年にね、またですね、とんでもないことが起きるんですよ。まあ今のはね、2000年前後で経営不振になった話なんだけど、やっと復活して、よしよしよし、勢いに乗ってきたぞ、この船もいいぞっていう感じになるんだけれども、2007年にですね、まあ広告代理店に依頼してたんだけども、その広告代理店、サーチ&サーチっていう S&S っていう会社なんだけども、そこがですね、まあ、広告で、カート・コバーンとかね、カート・コバーンってニルバーナっていうね、バンド、すごく有名なグランジって言われる音楽のバンドの、もう代表的なバンドなんだけども、カート・コバーンとか、まあ、その死んだ方々、ロッカーって結構死んでるわけじゃん。ロックンローラーって結構死んでるわけよ。で、亡くなった方々を、こう、デザインに使って、まあ、雲の上で神のようにその人たちがいて、ドクター・マーチンを履いてるっていう広告をね、遺族に、そのロックンローラーの遺族に無許可で出しちゃうんですよ。でも大問題になるんですよ。いや、お前それ死者への冒涜だとか、許可を取らないのはまずそもそも良くないみたいな、めちゃめちゃ妥当なこと言う人もいたりとか、それで、すいませんってなって、その S&S との契約を切ったりとか、ですごい損害賠償みたいなのを受けちゃうんですよね。やっぱり、これすごいなって思うのが、これがね、2000年の経営不振の時に、それが起こっちゃってたとしたら、S&S 事件が起こっちゃってるとしたら、多分もうドクター・マーチンは今、まだ残ってないでしょうね。もう残ってないことになると思うんですよ。もう打撃による打撃だからね。なんだけど、その時期が5年ぐらい、5年から7年ぐらいずれてくれたおかげでですね、今でも日本でもドクター・マーチンのチョコレートいっぱいありますし、買ってね、みんなが履くことができると。さらに今ではですね、またドクター・マーチンで一時期ブーム来たなっていう時代ありましたよね。2、3年前、もうちょっと前か、4年ぐらい前はもうすごい世の中、ドクター・マーチンだらけの電車とかありましたよね。若者がドクター・マーチンを履いていた。だからこれはですね、ドクター・マーチンっていうのはやっぱり若者の象徴なんですよ。今でも昔でも。で、さらに昔の若者はパンクとか、あとロックとか、そういったモッツとかね、そういう文化の、なんていうんだろうな、アンチテーゼとか反骨心の象徴が、ドクター・マーチンだったわけですよね。悪の象徴とか。で、それがですね、形を変えてですね、今、現在流行っている、それはもしかしたら若者からの不満の表れなのかもしれないですね。
はい。ということで、ドクターマーチンってこういうブランドなんですよね。まあみんながね、知ってるブランドなんですけど、意外と歴史が面白かったりすると思うんですね。まあ今後もね、こういった感じで靴学、あとは時計学、服学、小物学なんてね、いろんなブランドの歴史を振り返っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。ではご視聴ありがとうございました。よかったらね、ドクターマーチンも、すごい強いブランドの靴にはなるんだけれども、丈夫なね、靴にはなるんだけれども、もちろんメンテナンスをした方が長持ちします。メンテナンスのサービスもやってるんで、ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。